皆様こんにちは。バル0108ことナスチと申します。前回のオス設定動画いかがだったでしょうか。まだ見たことない方はぜひ確認してみてください。今回は連打が上達する意識9選について話していきたいと思います。連打が苦手な人は自分は連打ができないと勘違いしているかもしれないんですが、実は連打ができないんじゃなくて叩き方を知らないだけで実は皆さんできるんです。そんな皆さんに私が知ってる連打の知識と意識の仕方について説明していきたいと思います。それではどうぞ。まず大前提なんですが、メカニカルスイッチの赤軸を使ってください。普通のキーボードよりも叩きやすいですし疲れないのでおすすめです。赤以外に青、茶、黒、白、銀、黄色、緑とかいろいろあるんですが、単発も連打も叩きやすい万能軸は赤です。メーカーの種類によって若干差があるんですが、赤軸であればハイパー X でもチェリー MX でもほぼ変わりません。以前私はダッキー1の赤軸を使ってましたが、現在は Apex Pro 10キーレスのオムニポイントスイッチを使っています。Apex Pro は値段が高いのでエントリー向けではないですし、赤軸とほぼ変わりません。Apex の方が若干重たいです。クリック感のある青軸は正確に叩けるので単発向きですね。クリック時がめちゃくちゃ重いので連打には不向きです。まあできる人は青軸でもできちゃうんですけどね。興味がある人は試してみてください。結局赤軸にたどり着きます。連打苦手な人はやりがちなんですが、9連打があったとして123でぐちゃぐちゃってなって999のような、とりあえずコンボをつなげようとしてめちゃくちゃになるパターンです。ミスってコンボ切るぐらいならめちゃくちゃ押してコンボつなげようっていう気持ちはよくわかります。私もフルコン間際の終盤付近でたまにしちゃいます。ですがその瞬間は良くても次につなげられないですし、指に力が入りすぎて疲れてしまいます。早く叩こうとしすぎて指が固まって叩く回数が少なくなったりなんかも多発します。正確に落ち着いて叩くのが一番楽なんですよね。コンボをつなぐより正確に叩く癖をつけてください。リズムも取りやすくなり、指も疲れず ACC も上がり、冷静にプレイできる。もうメリットしかないですね。5連打は5回、7連打は7回、9連打は9回、正確に叩くようにしましょう。連打の最初と最後の指を意識することによって正確に叩くことができます。実は連打ってほぼ奇数連打なんです。特に多いのは3、5、7、9だと思います。なので人差し指で連打を始めた場合、最後のノートは人差し指で終わります。これを意識するだけで叩く回数が少なかったとか多かったとか大幅に減ると思います。最後のタイミングが分かれば長い連打のリズムも分かるようになります。親切なことに長い連打の途中のリズムの頭の部分、いわゆる人差し指の部分をニューコンボの1にしてくれてる譜面が多いです。ニューコンボの部分で人差し指を意識すればリズムも取れますしエイムもできます。コンボもつながります。マッパーの皆さんマジでありがとうございます。連打に関係ないと思われますが、 BPM200 を単発で叩けない人は BPM200 の連打は叩けません。単発が叩ければ連打も自然と叩けるようになります。神々しの人にはあまり関係ないかもしれませんね。そこで私がおすすめする叩き方はモサ打ちです。私が勝手にモサ打ちって名付けただけなんですが、オス上位勢のリプレイを見ていてある共通点がありました。それは連続するリバーススライダーやその後の連打の最初の指も同じ人差し指で叩く叩き方です。モサ打ちをすることによってキーをどれぐらい離せば入力オフになって再度キー入力できるかのギリギリを理解することができます。結果無駄な動きが少なくなり素早く叩けるようになります。リバーススライダーの後の連打の最初も毎回同じ人差し指で始めることができるのでリズムも取りやすくなります。私はモサ打ちに変えてから単発力と連打の正確力ともに向上しました。連打は指をこのように動かすのではなく、どちらかといえばこのように指は最小限に動かしながら手首を振るように動かすと連打しやすいです。極端に動かすとこんな感じですね。速い連打も出ますし、疲れないで連打することができます。指とキーはあまり離さず動かすのがコツです。
ネタじゃなくてガチです。キーボードの右側を上げて角度をつけてあげると叩きやすいです。理屈なんですけど、先ほど腕を振って連打するって伝えたんですけど、手を普通に置いた状態で手首を振っても少し振りづらいんですよね。でも手のひらを右に向けた状態だと振りやすいんです。なのでキーボードの右側に少し角度をつけてます。この理屈でいくと縦に置いたキーボードが一番叩きやすいのかもしれないです。誰か試してみてください。多くのプレイヤーが人差し指と中指でプレイしていると思うんですが、私は人差し指と薬指でプレイしています。私はこちらの方がしっかり叩けますね。ではなぜ人差し指と薬指の方が叩きやすいのか、いろいろ考察してみたんですが、中指より薬指の方が人差し指の長さに近いから叩きやすいんだと思います。両方同じ力加減で同じように動くので、しっかり交互で叩けるのではないかと思います。もしかしたら薬指の方が叩きやすい人いるかもしれません。一度試してみてください。なので手首を振りつつ長さが同じ指で叩く究極系は親指と小指なのではとか考えたりしてます。親指と小指連打最強説あるかもしれません。連打は出るけど持続力がなくて叩けないっていう人に練習法を紹介します。ストリームプラクティスマップで遅めのストリームをプレイします。BPM200 を出したい人は180、160あたりでも十分だと思います。今回は正確に叩くとかコンボつなげるとかはとりあえず無視してもらって、連打を叩く力を最小限にしてキー入力できるギリギリを探ります。最後までプレイしても疲れないくらいの力加減が必要です。最後までプレイして疲れるって人はまだ力が入りすぎてるので ACC50% とかでもいいので、疲れず最後までプレイできる力加減で試してみてください。力加減が分かったら次はコンボと ACC を意識しながら続けてください。ある瞬間、はっこれかって理解することができると思います。疲れずに叩ける感覚を理解できたら高い BPM でも持続力のある連打を叩けるようになります。プラクティスマップは数種類概要欄に貼っておきますね。最後にめちゃくちゃ大事なことを言います。体調を整えるです。寝不足や疲れてる状態でプレイしてもエイムも連打も全然できないんです。しっかり睡眠をとった日はすごくオスの調子いいんですよね。普段からしっかり食べてしっかり寝て体調管理に気をつけて過ごしましょう。マジでめちゃくちゃ大事です。今回は連打についてお話しさせていただきました。少しでも連打力向上の手助けになれば幸いです。まだまだオスに関して研究している最中です。これからもっと新しい発見があるかと思います。その時はまた動画で共有させていただきます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。